皆さんこんばんは。ウルトラトレイルマウント富士実行委員長の鏑木剛です。本日は、来月行われますウルトラトレイルマウント富士に関する、非常に大切な、アナウンスをさせていただきたいと思います。2021ウルトラトレイルマウント富士は本当に残念ながら、大会の方は中止をしたいと思います。本当に残念です。私の方から、この判断に至った、経緯をお伝えしたいと思います。我々は昨年の10月に、エントリーをスタートいたしました。コロナのこの状況が、半年経ち、ある意味コロナの状況がですね、見えてきて、感染対策を取りながら、開催できるという、判断をいたし、エントリーしたわけであります。その後年が明けて1月の7日に、緊急事態宣言が、発令いたしました。1ヶ月前2月17日にですね、私ども、ライブでですね、大会可否の判断を、1ヶ月後本日3月17日に、下すというようなアナウンスをさせていただき、ました。その後、感染の方は、だいぶ、収まっているような状況になってまいりました。当初、政府の方では、東京の感染者が、500人1日、感染者500人を切ればですね解除できるというような、方針もあり、私どもその時点では、かなり高い確率で、大会の方は、開催できるのではないかという見込みで、準備の方を、万端進めてきたわけであります。3月7日に至りですね、緊急事態宣言が2週間延長となりました。この時点で非常に、今後の、判断が非常に難しい、状況となりました。そんな中でですね、本日、大会の方を、中止という判断をさせていただいたわけであります。この度ですね、この先、大会の方緊急事態宣言がですね解除、された状況になってもですねまた再び、緊急事態宣言が出る可能性が非常に高いというふうに、我々判断いたしました。我々大会をですね、開催するにあたり地元の自治体の皆さんやさまざまな関係者のとの調整の中でですね、緊急事態宣言あるいはそういった政府自治体のですね規制がある中では大会を開催しないというような申し送りの中で進めてまいりました。このような状況の中、大会緊急事態宣言内のですねこういった規制がですねこの先、出る可能性があると判断いたし、このような決断に至りました。それとで私の方でもう一点ですね非常に懸念していることがございます。仮にですね大会の方が、無事に開催できるような状況になったとしてもですね私ども非常に大きな大会でボランティアの皆さん800名以上のボランティアの皆さんに関わっていただいているわけであります。そういった皆さんもちろんこの UTMF に対してはものすごく思いがありますので、感染がですね、非常に広がって感染者が多くなる状況でもですね皆さんおいでいただくんだろうなというふうに思います。ただですね、今職場であったり、家庭であったりですね、移動の自粛がですね、叫ばれているような中でですねある意味このボランティアの皆さんにボランティアを強いるような形になってしまう。それとともにボランティア当日ですね大会期日の中でボランティアの皆さんが確保がですねできるかが非常に不安な状態になっている。このような状況の中でですね、安全性を確保したですね大会運営というものが非常に難しい、開催するにしても難しいというような、判断に至りました。私はこの大会をですね、今回限りでというわけには絶対に終わらせたくない。やはり10年20年と続く、末長い大会にしていきたいというふうに思っています。今回2年の、中止ということでですね本
当に多くの皆様にご迷惑、本当失望させてしまって本当申し訳ない気持ちで、いっぱいです。ですが本当にご理解をいただければというふうに思っております。特に選手の皆さん、本当にこの10月スタートしてからですね、みんなこのコロナの厳しい辛いような状況の中で、皆さん本当に春に UTMF が開催できるっていう思いの中で一生懸命努力してきたと思います。僕もそういった人たちを間近に見てきたし、共にそういった夢を描いて変わってきました。そういった人たちのね思いをつなげることができなかったというのは本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。本当にボランティアの皆さんもこの場をですね本当に楽しみにしてきたと思います。久しぶりに会うのをみんな楽しみにしてたと思います。そういった機会が失われてしまうということがですね本当に辛いです。どうかねご理解いただければと思います。なんとかね来年大会にですねつなげたいというふうに、思っております。はい、皆さんこんばんは、副実行委員長の、福田一家です。はい、今冠城実行委員長よりね本当に苦渋の決断での中止という話をさせていただきました。で実際に10月にねエントリーを開始させていただきまして、で2月のライブでもね開催すると我々は強い決意を持ってその辺を決めたわけですけども、その時にかなりいろんな予想を立てておりました。コロナに関して。でその時期から見て、コロナの今の国内の感染状況っていうのが予想をね非常に超えて大きく不安定な状況です。でまた最近では変異種の問題が出てきました。で2月よりコロナのワクチン接種というのが始まりましたけども、それに関しても非常にまだなかなか行き渡るのに時間がかかるという非常に厳しい状況、そういったことがだんだん見えてまいりました。で感染対策に関しましてはレースを開催するということでね感染が起こってはいけない、選手同士、選手とボランティアの方、そしてあと地元の方も含めて、で感染対策に関してはもう1年間しっかり時間をかけてさまざまなね検討を重ねて安全に開催できる確信は持っております。そのつもりで準備してきました。ただそうした中で現在首都圏の1都3県に出ている、緊急事態宣言、3月27日には解除されるという、ほぼ間違いない見込みが今出ておりますが、そうした中でまた再度4月になって第4波が起こるとかですね、再度緊急事態宣言が出ると、そういった確率が、ものすごく高いとは思いませんけれども、決してないとは全く言い切れない状況ですね。もし緊急事態宣言がまた首都圏に発令されましたらば、そこで開催をするということは非常に難しい困難を伴います。でやっぱそこで問題になってくるのが4月になりまして、例えば4月の15日とかそのくらいの時期に開催中止ということにいたしますとですね、財務的に非常に厳しい状況になります。さまざまな発注案件がキャンセルできなくなるということもございます。それであと開催しないということで実は大会そのものの収支も入ってくる収入もガッと減ります。でその結果何が起こるかと言いますと、かなり負債が生じていると、それはしょうがないにしても負債が生じた暁には何が起こるかというと、2022年以降の UTMF を開催するということが非常に困難になります。そういった事態が、本当にこの最近短期間の間に明らかになってまいりまして、そういった状況の中で開催することは4月に中止をするということは絶対避けないといけないということで、本当に10年20年 UTMF をね今後続けていくために今年に関しては開催を諦めなければいけないなということを我々本当に考えました。で私自身本当にこの1年ずっとこの1年というこの2年 UTMF の準備を続けてまして、例えば新しい会場を探す、新しいトレイルを探す、新しいトレイルを作る、そういったことでずっと山に入っておりました。それでもう本当にたくさんのね地元の方にいろんなお願いを
し続けてきました。でそうした状況で皆さんにね、このコロナの状況で UTMF を開催するのか、じゃあ頑張れ、できる限りのことはしてやる、手伝ってやるというね、本当に心強い応援の言葉、そして協力の言葉をたくさんいただきました。でそしてね、たくさんのボランティアの方が関わってくれていただきまして、もうずっと山の整備も続けてました。ちょうど先週末のね、3月13日、14日とこの土日も私はずっと整備で山に入ってまして、その時はね、開催するつもりで整備続けてました。で例えば大会期間中の、コース上の誘導スタッフに関してもかなりたくさんの数の方が、来ていただけるということでね、そういった方の配置ももう済んでおりました。そしてですね、あとそれだけじゃなくて、例えばですね、UTMF 開催に向けてさまざまな関連する会社の方にもいろいろ仕事を発注してます。例えば計測であったり、レースそのもの運営に関わることであったり、会場の施工であったり、警備であったりっていうね、さまざまなUTMF 開催に向けてのそういった方も本当に UTMF 開催に向けて非常に協力をいただいて、時間をかけてしっかり話し合いを続けてきて、そういった方に発注していた仕事をキャンセルするってこと、本当にそんな簡単なことじゃないと思います。そして本当に選手の皆さん、私はずっと山にいましたんでね、週末ごとに整備で入っていると選手の皆さん思想することで、一生懸命思想されている姿何回もあってます。本当に時に歯を食いしばって、時に非常に嬉しそうに、そういった方で、ね、2年越しでUTMF に向けてトレーニングを重ねてきてるわけです。で、もしかしたらね、もう人生の一部を犠牲にしてやっぱ UTMF にかけていただいたんじゃないかと、そういった方のね、本当に挑戦する機会をなくしてしまう、楽しみの場を失ってしまう、そういったこと本当に関わる、ものすごくたくさんの方に関わっていただいて、そういった方ね、関わっていただいている多くの方に本当に開催できないということを申し訳ないと思います。本当に申し訳ない。はい。2年間の準備でね、皆さんと本当に素晴らしい時間を共有できるはずだったことができなくなってしまったこと、本当に悔しいです。ただ、今、勇気を持って今年開催しないという皆さんと一緒に素晴らしい時間を作っていただけるように開催していく、それが我々の総意です。ということでよろしくお願いします。大会事務局長の、千葉です。私の方からはですね、大会中止に、あたりましての、中止対応について、発表を、させていただきます。これはですね、大会の、公式サイトで、ニュースですとか、プレスリリースが上がっておりますので、詳細はそちらの方に、ご確認いただければと思います。まず中止対応について、1つ目はですね、この大会コロナの感染が広がってから募集を開始したということで、返金はしませんというようなお話をさせていただきながら運営してまいりましたけれども、寄付エントリーの方を除く選手に現金1万円、振込手数料はちょっと含ませていただきますけれども、の返金をいたします。そして、協賛者のザ・ノースフェイスさんのご好意で、すべての選手に参加 T シャツを事務局より送付をさせていただきます。そしてすべての選手に2022年以降の優先取り権を付与させていただきます。この2022年以降というところはですね、実は2年連続大会が中止になってしまっているということで、優先エントリー権を持つ方がですね、一つの大会では賄いきれないぐらいの数になっておりますので、ここの優先エントリー権の振り分けに関しましては、またこちらの方で詰めさせていただいて、正式に発表させていただきたいなと思います。続きまして、次回大会の、以降のですね、優先エントリー権は、参加資格が失効したとしても、特例で認めるというのを、2023年大会まで、認めさせていただきます。そして、5つ目として4月19日から4月25日、大会がある期間でありますけれども、アスリート向けのソーシャルネットワーク、ストラバを活用したバーチャル UTMF2021 およびバーチャル UTMF2021 セグメントチャレンジを開催をさせていただきたいなと思っております。
バーチャル UTMF2021 はですね、また昨年やったものと同じくですね、1週間で160キロ、100マイルを完走してもらおうという、取り組みなんですけども、これを完走した方に関しましては、デジタルワッペンと、あともう非常に特例ではございますけども、今後3年間、UTMF のみでの利用となりますけども、ポイント、ITRA の6ポイント相当、これは UTMF の本線に完走した場合に付与されるポイントなんですけども、こちらをプレゼントいたします。UTMF でしか使いませんけども、有効期間は3年、こちらのポイントを付与させていただきます。そして2021年大会参加者に関しましては、完走者のワッペンに関しましては、これは無料で送付をさせていただきます。このバーチャル UTMF2021 に関しましては、対象者は大会今年の参加者だけではなく、すべての方々、世界中の方々が参加できるコンテンツで行っていこうと思っております。続きまして、バーチャル UTMF2021 セグメントチャレンジ、こちらに関しましても、4月19日から25日、こちらもストラバを活用する、セグメントチャレンジになるんですけども、こちらはですね、どこを走ってもいいということではなくてですね、こちらは、UTMF のコースの一部を、セグメントに設定させていただきまして、この4月19日から25日の間に、そこにチャレンジをしていただきまして、ストラバに公開していただきまして、順位を競うというもので、こちらの対象者は2021年大会の参加者のみということを予定をしております。今後のスケジュールに関しましては、すみません、2020年だと2021年4月上旬ですね、失礼しました、これ誤字がありましたね。2021年4月上旬までに上記の、中止対応の詳細を確定しまして、エントリーの際にご登録いただいておりますメールアドレスおよび大会公式サイト、Facebook にて連絡発表させていただくという大統領になります。内容の詳細は公式サイトの発表をご確認いただければ、今頃発表されているという形になっておりますので、詳細をご確認ください。中止対応に関しまして、今発表できるものは以上になります。はい、はい、バーチャル UTMF に関してなんですけども、昨年の春に、起きたというかですね、宣言された緊急事態宣言とは、また状況は違っていると私は思っています。今やはり地域経済が非常に冷え込んでいてですね、本当に厳しい状況です。この富士山周辺の地域もですね、非常に苦しい状況なんですね。そういった中でですね、立花さんやですね、千葉さんやいろんな皆さんの、協力もあってですね、コース整備の方を、本当にしっかりしていただきました。そういったコースをですね、本当にレースにできるようなコース整備をしていただきました。そういったコースをですね、皆さんに走っていただく、そして、地元に来ていただいて、少しでも、地域にですね、経済が回るようなですね、ことをね、来ていただくことで、そういった流れができればなというふうに思っています。そんな流れの中でですね、このバーチャル UTMF は、昨年とはちょっと違った形でですね、より現場に来て楽しんでいただけるような、そんな、バーチャル UTMF でやっていきたいというふうに思っております。すみません、今ちょっと事務局からの連絡で、公式サイトの、ニュースの方がちょっとトラブルがありまして、まだアップされてないような状況と、聞いております。選手の皆さんにはですね、メールで、内容はすべて、連絡を、しておりますので、そちらの方で、ご確認ください。はい、そうですね。もし何かご質問等があればコメントを入れていただければ答えられるものは答えていきたいなと思いますが、ちょっとディレイがありますので少しお待ちください。
いいですかね。うん、大丈夫ですか。いいかな。はい。じゃあ、ご質問はあまりないようでしたので、本日の、会見は、以上で、終了させていただきたいと思います。2年できなかったっていうことは本当にもう辛いです。私も本当にこの数日間本当に悩みました。開催した方がいいんだろうか、危ない橋を渡った方がいいんじゃないかっていうふうに思う時もありましたけども、やはり繰り返しになりますけども、10年20年続く大会にしなければいけないなって、僕はそれが自分の責務だなって思うことでこの決断に至りました。来年こそはですね開催したいというふうにやはりもう一度ですね体制を組み直して、どういう状況っていう言い方も変なんですけども、予見できる状況に全てに対応できるようなですね、対応を組み直してですね必ず来年こそはですね開催したいというふうに思っております。また来年ぜひこの富士山でね皆さんにお会いできればというふうに、思っております。ありがとうございました。じゃあ、はい、どうぞ。じゃあ、はい。本当にね、このような形で、発表になること、全くね、我々もそうではなくてやるという強い気持ちを持って、ずっと取り組んでましたんで、ね、本当に残念で申し訳なくて思います。でも、ここからまた気持ちを切り替えて、私も明日から2022年に向けての準備を始めようと思います。またね、山の中で整備したい場所もいっぱいありますんで、またチェーンソーとスコップを持って山行って、コツコツと仲間と整備続けたいと思うので、ぜひ皆さんもね、またUTMF のコース、素晴らしいところです。これから素晴らしい季節ですからね、ぜひ走りに来ていただいて、また山でお会いできるのを楽しみにしています。ぜひ来年素晴らしい時間を一緒に共有できることよろしくお願いします。